よいしょー。こんにちは、とばろぐです。いやー、ついにね、最強のノート PC に手を出してしまいました。今回ね、動画にしていこうと思うのはこちらですね。デルのエイリアンウェア X17R2 っていうね、めちゃくちゃでかくて重たいんだけど、その代わりパワフルなノートパソコンを買ったっていう感じですね。世の中的にはね、M2MacBook Air の話題で持ちきりだとは思うんですけど、とばろぐ的にはね、こっちが欲しかったというわけで、今回はね、これを購入しています。最初に発表するんですけど、お値段なんと78万円でございました。いや、実際はね、クーポンとか、常に配布されてるクーポン使って56万円とかだったんですけど、それでもめちゃくちゃ高い買い物なので、今年の初めぐらいからずっとね、購入するか違うのにするか、何を買うかっていうのをね、ずっと考えてたんですけど、結局なんだかんだこれを購入したっていう感じですね。そもそもね、なんでそんな最強スペックのこんなどでかいノート PC が必要なのかっていうのとか、あと実際性能とかどうなのみたいな、これメカニカルキーボードとか搭載してるんですけど、そういうね、ちょっと面白いところもこの動画で触れていければなと思っています。久々になんかテンション上がる買い物をした感じがしますね。それではじゃあ動画撮っていきましょう。はい、というわけで画面に収まってるかちょっと微妙なところなんですけど、早速ね、開封していきたいと思います。初めてね、今回デルで、エイリアンウェアのカスタムモデルを購入したんですけど、届くまでにね、1ヶ月ぐらいかかったんですよね。注文したのが7月18日だったんですけど、今ね、動画を撮ってるのが8月16日ということで、ちょうど 1ヶ月ぐらいかかって届くっていう感じですね。店頭ではね、もちろん試してるんですけど、エイリアンウェア初所有というところで結構ね、緊張しますね、開封が。ドンと。おっと、まずはね、緩衝材的な感じですかね。蓋の裏には We are Game って書いてあります。重たい金属の塊。これ多分この中にパソコン本体が入ってるのかなと思います。ここにちょっと電源周りとかあるんですけど、まずはやっぱりね、 PC 本体ですね。よいしょ。画面に収まりきらないくらいでかい。かなりのね、後から紹介するんですけど、割とモンスタースペックで購入しているので、このね、サイズ感に逆に収まるのはすごいレベル。かっこいい。ちょっとね、エイリアンのロゴ個人的にはあんまり好きじゃないんですけど、全体的にちょっとね、グレイッシュなトーンでめちゃくちゃ本体自体はかっこいいですね。いやー、やっと待ち望んでいた。これ内箱の装飾とかもなんかすごい手が込んでいてかっこいいですね。内側の部品が書いてあるのかな。これめちゃくちゃいい感じじゃないですか。サラサラしてて、このプラスチック素材結構好きなんですよね。数あるね、ゲーミングマシンの中でもこの見た目のデザイン的には一番洗練されてるかなっていう気がします。全体的にね、外側が白っていうのも最高ですね。見た目に関してはルナライトっていう名前なんですけど、若干ね、本当にライトグレーかなって感じです。この天板自体もライトグレーなんですけど、真っ白いね、こういうトラックボールとかと比べても若干ちょっと青みがかった色というか、グレイッシュな感覚がありますね。で、なおかつ17インチなんで、17っていうこのね、伝統的な刻印とロゴがあります。実際にね、僕が手に持ってみるとこんな感じです。こうやって見るとね、そんなに大きい感じしないと思うんですけど、サイズ感的にはね、13インチの M1MacBook Air がこのサイズなので、いかにね、かなり巨大化っていうのが分かってもらえるかなと思います。こんだけのね、スペックを搭載したモンスターマシーンだから、この薄さですからね、一番分厚いところでもこのペットボトルの蓋より薄いっていう感じで、今時のゲーミング PC ってこんな薄いんだなっていうのをね、すごい思わせてくれる感じかなと思います。背面はこんな感じで、吸気口がここにあって、ここから吸い込んだ空気で、CPU とか GPU 冷やして、ここから後ろとかこっちから排出するっていう感じですかね。なのでベッドでね、転がりながら使うとかそういうのはね、ちょっと難しそうです。個人的にちょっと残念ポイントは、表面はね、めちゃくちゃ白いんですが、こっち側はね、全体的に真っ黒なんですね。前のモデルとかだとここも白だったんで、個人的にはそっちの方がかっこいいなとは思うんですけど、表面が白で、ゲーミングってなかなかこのパワーでないので、これはね、しょうがないところかなっていう感じです。
スペックに関してはこんな感じです。エイリアンウェア X17 に関しては30万円ぐらいで購入できるモデルから本当に一番高いのだとね、100万円近くのものまで様々ね、カスタマイズして選べるんですけど、僕の場合はこんな感じですね。一つずつね、選んだ理由を紹介していくと、まずプロセッサーはインテルのね、12世代の Core i7 にしました。i7 と i9 でそこまでね、ベンチマーク見た感じ、性能の差そんなになさそうだったんで i7 にしてるんですが、これ i9 にすると4万円とか5万円ぐらいね高くなってしまうっていうのがあって、それだったら別のところにお金使おうかなっていうところでね、そもそも12世代のモデルからかなりね性能が飛躍してるっていうこともあって、一旦ね、排熱の問題とかも考えて i7 にしています。ゲーミングノートっていうだけあって GPU も結構強いのを搭載してるんですけど、 GeForce RTX3080Ti ですね。 VR とかってそのね3080、3070の数字とかよりもメモリーのね数の方が重要だったりするらしいんですよ。なのでできるだけメモリーが大きい 16GB の 3080Ti にしてるっていう感じですね。内蔵のメモリに関しては 64GB を選んでいます。 32GB も選べはするんですけど 3DCG 系で結構ね使ったりするので 64GB って感じですね。一応ねこの裏蓋を開けるとメモリをね乾燥できる感じにはなってるんですけど、コストパフォーマンスとかその手間を考えても、64GB に最初からしちゃった方がいいかなっていうところで 64GB ですね。あとねストレージ容量に関しても 4TB まで最大選べるんですけど、僕の場合は内蔵 1TB を購入しています。もう一つね空いてるんですよね、スロットが。なのでそこに自前で用意した 2TB の SSD を挿して合計 3TB で運用しようかなって感じですね。ディスプレイもねいくつか選べるようになっていて、僕の場合はゲームをほとんどしない、クリエイティブ用とかメインなので 4K120Hz のディスプレイを選んでいます。ゲームとか FPS を外でしたいっていう人だったらフル HD でなおかつ応答速度が速いディスプレイ選ぶのもいいかなと思うんですけど、結構ね大型のディスプレイでクリエイティブ用途なので 4K にしたって感じですね。あと自分でねカスタマイズで選べるところだとキーボードですね。キーボードは US 配列の、デルとチェリーがねコラボして作ったっていうウルトラローファイルのメカニカルキーボードを搭載しています。打鍵音こんな感じ、そういう感じでストロークもそれなりに深く打鍵感がある感じのキーボードが選べます。ちなみにこれ店頭だと試せなくて、秋葉原のねエイリアンウェアでも1回だけなんかそういう展示機あったんですけど、それ以降はもう触れなくなっていたので、本当に使ってみたい人はね購入するしかないっていう、合わなかったらどうしようっていうのはあるんですけど、普通のノート PC よりはいい感じですね。もう一つね特徴的なのがこの背面部分にいろいろなね、インターフェースを備えてるってところですね。充電用の USB-C で、あと USB-A、 これ天気とか使うときに便利ですね。結構嬉しい有線 LAN の、イーサネットポートが搭載されていたりとか、フルサイズのね HDMI 搭載してたり、ミニディスプレイポート備わってたりと、この辺のねインターフェースがめちゃくちゃ充実してるのも割とポイントですね。背面にあるから使いにくいみたいな話あったりするんですけど、その辺はね実際に使ってみないとちょっとわからないかなっていうところです。早速ね電源をオンにしていきます。虹色に光ってゲーミング感すげー。そして 4K のディスプレイなんで有機 EL ではないんですけど、結構ね発色は綺麗だったはずです。はい、今ねちょっと初期設定をしてるタイミングなんで、そもそもなんでこの PC を購入したかっていう話をねしておきたいんですが、今ね自宅では自作 PC、 Windows のめちゃくちゃ強い自作 PC をメインで使っています。でそれ自体は本当にね気に入っていて最高の PC だと思うんですが、唯一の欠点やっぱり持ち運べないところなんですよね。でこの間もそうなんですけど、1ヶ月ぐらいねちょっと北海道行ったりとか、これからもねちょっと海外に1ヶ月単位で出かけるみたいなこともあるので、そういう時にリモートデスクトップだけじゃ完結できない作業も結構あるんですよ。これまでもね NV15 っていうのを使ってきたんですけど、12世代の CPU 搭載してるし GPU もね強くなって VR ゲームもかなりいけるっていうところがあって、これに買い替えたっていうわけです。この PC と同じスペックのものは他のメーカーからも出てるんですけど、 X17 にした理由としてはまず見た目がかっこいいですね。真っ白でトバログ的には本当に好きな筐体カラーっていうのと、デザイン的にはね結構賛否あるとは思うんですが、このね薄いところ気軽に持ち運ぶのは難しいけどバックパックに入れて全然ね持ち運べてしまうっていうこのサイズ感、そのね見た目の良さと持ち運びやすさっていうのが一つと、持ち運べるノート PC の中でも最強クラスのスペックを誇ってて、特にねこの
の、ファンを4機搭載してるとか、こっち側から排熱してくれるとか、排熱周りで高い性能を維持し続けられそうだなっていうのがやっぱりエイリアンウェアだったっていう感じですね。で、細かいところなんですけど、17インチのめちゃくちゃでかい 4K ディスプレイも搭載できるし、ここがねメカニカルキーボードを選べるしっていう、そういうねカスタマイズ性もかなり魅力的に感じました。X17 にするか15にするかとかでも迷ったんですけど、 X17 じゃないとこのねメカニカルキーボードが選べなかったっていうのと、 X14 に関してはコンパクトでねかなりいいなと思ったんですけど、フル HD しかねディスプレイ選べないっていうところで、迷いに迷ってこっちにしたっていうところですね。はい、というわけである程度ね初期設定完了しました。いくつかねアプリケーションも入れているんですけども、いつも PC を買ったら入れるような Adobe 系のツールとか、あとここにねこの H ってマークがあるんですけど、これは英字配列の時にこれをねカナと英数に切り替えて、MacBook みたいな感じで、こっちを押したら英字、こっちを押したらひらがなっていう感じで MacBook みたいにねキーボードを入力できるようにするツールをいつも入れてるんですけど、今回も入れているって感じです。で、結構ねあれこれ今触ってるんですけど、この17インチ 4K めちゃくちゃいいですね。文字がね本当に細かい文字まで高精細に読めるっていうところと、あとリフレッシュレートも 120Hz なので iPad Pro みたいにすごいねスライドするとヌルヌル動くんで、結構ねウェブサイト閲覧めちゃしやすいです。で、なおかつ画面が結構大きいから表示サイズも結構小さくしてもねきっちり見えるっていうところで、こういうプレミアプロを編集する時とかもまだ何もね入れてないんですけど、かなり作業しやすいのかなっていう感じがしてます。あとさっきもね話したところなんですけど、このキーボードこれめちゃくちゃカチャカチャしてすごいね音は大きいんですが、かなり使いやすいかなと思います。結構最近のキーボードだと本当にパタパタとねほとんどストロークがないようなものが多いんですが、これは結構がっつり 2mm ぐらいストロークするので、ゲーミング用途じゃなくても慣れるとかなり叩きやすい気はしますね。打鍵音に関してはちょっとカフェで使ってたら怒られそうなぐらい大きいので、そこは注意です。でもちろんねこのライティングに関してもキーボードの色とか、あと背面のこのエイリアンロゴとか、こういう各セクションにおいてどういう色にするかっていうのを選ぶアプリがあって、これを選ぶことで青く光らせたり水色にしたり黄緑にしたり、カフェとかでやったら店員さんからめっちゃ怒られそうなんですけど、こういう光らせ方にしたりとか、よくあるゲーミング PC みたいな感じでこんな風に七色に光らせるっていうこともできます。もちろんねキーボード面もいろんな光らせ方ができて、結構ね文化の違いを感じるというか面白さがあります。こんなのとかすごくないですかこれ。こんな風にナッシングフォンみたいに色をね白くもできるので、とりあえず白く光らせて使おうかなと思ってます。あと個人的に使ってて気になるのとかだと、こっちのね表面はサラサラしててすごいいいんですけど、この手で実際に触る部分に関してはシリコン加工というかラバーコーティングがされてる感じがあるんですよ。これ実際触り心地はいいんですけど、結構ね指紋がついたりとか、もしかしたらずっと使ってると加水分解でベタベタしてくるんじゃないかなっていう、ちょっとねその辺の懸念はあります。高い買い物だから長く使いたいんですけど、この辺はもう長期間使ってみないとどうなるか分かりづらいところかなってところですね。一応ね本体付属のスピーカーに関してなんですけど、そんなにねいい感じはしないです。音に厚みがあるし、このね両脇ステレオで聞こえる感覚はあるんですが、ちょっとね大きい音量だと結構がっつり割れている感じがしますね。ほら初めて知りましたね。近くにカフェとかもあるし、あと結構気になるところだとバッテリー周りだと思うんですけど、このね付属する充電器に関してはめちゃくちゃでかいです。これでかいんですけど、昔はねもっとこんなレンガみたいなサイズだったのが、窒化ガリウム技術を応用したことによってこのサイズ感でこれ一回り小さくなってるんですよね。で、逆に MacBook めちゃくちゃすごいなと思うのが、 MacBook Air とかだと 30W 給電のこのめちゃくちゃコンパクトで薄い充電器でいいんですけど、力こそパワーみたいな PC なんで、こういうね 330W っていう MacBook Air が必要とする供給量の11倍を誇る充電器を持ち歩く必要があるので、その辺はパワーとのトレードオフかなっていう感じです。一応ね緊急時とかはパワーデリバリーの充電がこっちからもできるようになってるんで、電源をねオフにした状態とかスリープモードの時とかだと、こういうね 100W 給電の充電器とか使えば充電はできるかなって感じです。ただ使いながら充電っていうのは難しそうですね。で、
で一応モバイルバッテリーみたいなのも購入してまして、気軽にねちょっとカフェとかに持ち出して使いたいんで、電源がないっていう時はこういうねモバイルバッテリーを別途、これ7キロぐらいあるんですけど、330W 給電も問題なくできるモバイルバッテリーを持ち運ぶのがいいのかなってところです。よいしょ。例えばこうガチッつってよいしょって言って、こうすればね全然問題なく充電できますね。でここに今どのぐらい電力使ってるのかって出るんですが、だいたいスリープモードの充電しながら状態だと 100W 前後、70とか 80W 前後で、充電してるって感じです。なので PD 充電だったらこの 100W があればスリープモードから充電はできるってところですね。今ベンチマーク回してるんですけど、だいたいね 250W ぐらい電力を使ってる感じなので、外出先とかカフェとか車内で気軽にベンチマーク回したい時はやっぱりこういうモバイルバッテリーは必須なのかなと思います。はい、とりあえずね初期セットアップも完了したということで、皆さん気になる性能テストをやりたいと思います。比較としては、皆さんね結構 Mac ユーザーも多いと思うので M1MacBook Air、 これまで僕がメインのノート PC として使ってきた Envy15、 去年100万円ぐらいで組んだ最強のデスクトップ PC ですね。で普通にねゲーミングのベンチマークをするんじゃなくて、ちょっとねこうせっかくなんでブレンダーのベンチマークを使ってやっていく感じですね。で基本的に電源は最高に設定していて、 Mac に関しては設定項目がないんでそのままなんですけど、その性能が出るように普通にねデスクに直置きして、排熱とかは中のファンに頑張ってもらおうと思います。スタートスタートスタート。はい、ベンチマーク結果、エイリアンウェアは 251.26 ですね。M1 チップがスコア的にはね、半分ぐらいですかね。で、第10世代 Core i9 の H シリーズが149っていう感じです。スレッドリッパー、本当に30万円とかする CPU なので、めちゃくちゃ高い。さすがデスクトップ 721.14 っていう感じで、とりあえず CPU についてはこんな感じですね。デスクトップ PC 当たり前なんですけど最強で、結構エイリアンウェアが今まで使ってたEnvyよりもかなり100近い高いスコアを出しているので、レンダリングとかも外出時とかちょっとね1ヶ月出張行く時とかだったらめちゃくちゃ強いのかなっていう感じがします。続いてはねちょっと GPU で計測してみたいと思います。Envyだとね排熱構造的にちょっと無理があったりするので、かなりね反応とはすごいのかなって感じです。エイリアンウェアもね反応とは結構するんですけど、Envy ほどではない感じがしますね。はい、 GPU も計測完了です。 X17 が3719、ちょっとねこっちは GPU 搭載してないんで低い CPU の数値ですかね。やっぱり 2060MAX9 と3080Ti 比べると全然違いますね。性能の差が倍以上出てる感じがあります。3090が5317って感じで、当たり前なんですけどデスクトップが一番強くて、3080ラップトップの Ti も結構強いっていう。やっぱ実際にブレンダー使ってても圧倒的にね GPU 搭載した Windows の方がレンダリング早いなって印象があるので、そういう意味でもエイリアンウェアかなり最適解なのかなって感じがします。ベンチマークでいうとこのシネベンチ R23 っていうやつが結構有名で、前にね自作 PC 組んだ時もこれで数値計測してるんで、本当にね正確な数字ってわけじゃないんですけど、どのぐらい差が出るのかっていうのをちょっと計測してみたいと思います。はい、とりあえず計測結果が出たので、さっき紹介した端末たちと比べてみたいと思います。やっぱりねこの12世代 CPU 搭載してるっていうところで、かなりねマルチコア性能やっぱり上がってる感じありますね。もちろんね自作 PC と比べると本当に2分の1以下ではあるんですけど、それでもね持ち運べる性能でこれだけ出てくれるっていうのはかなりありがたい気がします。M1MacBook Air に関してはね消費電力が11分の1なので、用途ももちろん違うし単純に比べるものではないんですけど、3倍ぐらいの性能が出てくれてるっていうところですね。ぶっちゃけこれでもね VR 全然できるし、動画編集も問題ないけど、その2倍あるっていうのはね本当に安心感ありますね。はい、
今回エイリアンウェアを購入した一番の理由が、VR ということで、実際にね VR ゲームとかめちゃくちゃ負荷が重いことできるのっていうのをちょっとね検証してみたいと思います。 VR に関しては動画編集とかよりもね結構重たくて、この NB15 も 2060MAX9 積んでるんですけど、 VR ゲームを快適にやるとか、VR ゲームをしながら録画するっていうのがねなかなか難しかったんで、今回それどのぐらいこのエイリアンウェアだといけるのかっていうのをねちょっと試してみたいと思います。じゃあ結構ね重ためのゲームやってみようと思います。チーム VR のハーフライフっていうシリーズのものですね。これの VR 版のやつをやります。結構ね重たいんですよこれ。パフォーマンスクオリティ最高からやってみようかな。とりあえず最高でも録画しながらいけるのか。結構ホワイ系だしめちゃくちゃねこのおすごいすごい普通に動いてる。全然カクつくこともなく最高で普通に動いてますね。このゲームめちゃくちゃリアルで、このねテクスチャーというか瓶の中に液体が入ってて、それを投げると液体が飛び散るとか、すごいな。全然カクつかないしすごいヌルヌルですね。めちゃくちゃねこのテクスチャーが綺麗なんですよね。すげえこれどうやって作ってんだろうって感じなんですけど、本質感やばくないですかこれ。この手の感じとか、うわーすごい。このテクスチャーの感じやば。すごいんだよなこのゲーム。こういうなんかちょっとした腐ったリンゴとかこういうのとか全部触れるんですよね。うわーすごい。ガラスも触って、これどんだけ負荷重いんだよ。あ、やばいやばいやばい。はい、こんな感じでめちゃくちゃ重たい 3D の VR ゲームも稼働するんで、これは結構熱いですね。ただねノート型なのでこんな感じで排熱の機構を頑張るためにめちゃくちゃねファンが回ってくれてるって感じです。こういう音ですね。ちょっと戻ってきた。結構思ったよりはファンの音静かな気がする。はい、というわけで今回はねエイリアンウェア X17R2 を購入しましたっていう動画を撮ってみました。かなりね重量もあるし顔面も大きいんですけど、その分ねめちゃくちゃパワフルな作業も難なく外で、そして旅行先とかでできるっていうので、めちゃくちゃ今のところはね買ってよかったなと思っています。動画内でも話したんですけど、これとね同じぐらいのスペックって他のメーカーもたくさん出してるんですけど、やっぱりねこの見た目の良さとか、あとメカニカルキーボード選べる 4K17.3 インチディスプレイが選べるとか、そういうところを総合的に考えると価格はねめちゃくちゃ高いんですけども、その分スペックも高いし、そういうね細かいところが個人的には使いやすそうだなっていうので、エイリアンウェアいい感じって感じですね。あと余談なんですけど PC ケースもねめちゃくちゃでかいんですよこのサイズ。キャンプグッズかっていうぐらいでかいんで、普通のねバックパックには入らないっていうのがちょっとね今のところの課題なんですけど、総合的にかなり満足した買い物となっております。もう少しねちゃんと使い込んだら買ってよかった、ここがちょっと残念だったみたいなレビューもできるかなと思うので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ともろでした。